皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストでは、主に JLPT N1 から N2 レベルの学習者の方に向けて、日本語で様々なテーマについてお話ししています。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今日のテーマは、大切な人の成功が悔しい。これって変です。皆さんは友達や家族が何かを成し遂げたとき、心の底からおめでとうって言えますか？表向きはお祝いの言葉を言いながらも、どこかに悔しさや羨ましさを感じてしまって、そんな自分を責めた経験はありませんか？実は私自身もずっと心の中に抱え続けてきたある罪悪感があります。今日はその話をしてみようかなと思います。私には妹がいるんですが、子供の頃二人で同じ英語の試験を受けることになりました。私は妹より長く英語を勉強していたし、試験に向けて毎日一生懸命準備をしていたので、自分が負けるはずがないという自信が当時はありました。結果として最初はそれぞれのレベルに合格して、お互いにおめでとうと言い合って喜んでいました。その時は良かったんです。しかし、その後、妹は私が合格した年齢よりもずっと若いうちに同じレベルの高い試験に合格したんです。客観的に見れば、それは本当にすごいことですし、大好きな妹だからこそ心からお祝いしたいという気持ちもありました。ところが、いざおめでとうという言葉を口にしようとしたとき、自分の中に悔しさの方が大きく膨らんでいることに気づいて、私は今嘘をついているんじゃないかと感じてしまったんですね。仲のいい妹の成功をどうして心から喜べないんだろうという気持ちが、その時からずっと罪悪感として残り続けています。妹は私と同じく負けず嫌いで努力家なんですが、目標を定めるとほぼ 100% の確率で達成してしまうほどの強さを持っています。私は長女として育ったため、兄弟の中に目標とする人がいなくて、ずっと自分自身と戦うしかありませんでした。一方で妹は過去の私を目標にして頑張ってきたところがあったので、成長するたびに私を超えていく感覚がありました。現在はお互いそれぞれの道を歩んでいて、以前ほどの競争心は薄れているんですが、それでも一つだけ今なお劣等感として残っていることがあります。妹は非常に効率が良く、短期間でどんどん成功させていくのに対して、私はあらゆることを分析しながら成功パターンを探して、時間をかけて積み上げていくタイプなので、同じ結果にたどり着いたとしても、かかる時間が全然違うことに、今でも引っかかりを感じています。さらに辛いのは、妹が私の挑戦に対していつも一番に応援してくれて、私が成功すれば心から喜んでお祝いしてくれることです。そういう妹を見るたびに、素直に喜べなかった過去の自分への罪悪感がさらに深まります。こんな自分を変えたいと思いながらも、なかなか変えられないというその葛藤と今も向き合い続けています。この感情には日本語でいくつかの表現があります。例えば、羨ましいという気持ちと嫉妬するという気持ちは似ていますが、少し違います。羨ましいは比較的ポジティブな感情で、自分もそうなりたいという憧れの気持ちを含んでいます。一方で嫉妬は相手と自分を比較した結果として生まれる悔しさや焦り、場合によっては認めたくない気持ちまで含んだより複雑な感情です。そう考えると当時の私が感じていたのは羨ましいという感情ではなくて嫉妬だったんだと思います。妹のことは大好きでしたし、成功してほしいとも思っていました。
でもその一方で努力してきたはずの自分が追い越されてしまったような感覚もありました。だから苦しかったんですね。それにしてもなぜ私はあれほど強い罪悪感を持っているのかずっと不思議でした。今振り返るとそれは嫉妬そのものよりも嫉妬してしまった自分を責めていたからなんだと思います。本当は誰かを羨ましいと思ったり、悔しいと感じることは、人間なら誰でも経験する自然なことです。しかし私たちは家族なら応援するべきだ。大切な人なら成功を喜ぶべきだ。嫉妬なんてしてはいけないという考えをどこかで持っていることがあります。だからこそその感情が生まれた瞬間に、こんなことを思う自分は嫌な人間なんじゃないかと自分自身を責めてしまうんだと思います。特に私の場合、相手が嫌いな人ではなく大好きな妹だったからこそ余計に辛かったんだと思います。もし相手が全く知らない人だったら悔しいなって終わっていたのかもしれません。でも妹はいつも私を応援してくれる存在でした。私が失敗して落ち込んでいる時も励ましてくれるし、何かに挑戦すると真っ先に応援してくれます。だからこそそんな妹の成功を素直に喜べなかった自分を許せなかったんです。ただ最近になって少し考え方が変わりました。日本語には足を引っ張るという表現があります。これは誰かの成功や挑戦を邪魔するという意味です。確かに嫉妬が悪い方向へ向かうと、このような行動につながることがあります。しかし、すべての嫉妬が悪いわけではありません。嫉妬をして相手の成功を壊そうと思ってしまえば悪いパターンになってしまうんですが、相手を羨ましいと感じながらも、自分も頑張ろう、あの人のようになりたいという方向にエネルギーが向かえば、自己成長の原動力になり得るのではないかと思います。嫉妬を感じた時に大切なのは、その感情を否定したり、感じてしまったことを恥じたりするのではなく、自分は何を本当に求めているのかを問い続けることではないかと思えるようになりました。今日は大切な人の成功が悔しい、これって変というテーマで話しました。嫉妬や羨ましいという気持ちは誰もが持つ自然な感情であって、それ自体が悪いわけではありません。ただその感情を見て見ぬふりをして抑え続けることで罪悪感だけが積み重なっていくとしたら、それはとてももったいないことだと思います。感情と正直に向き合い、自分の成長のエネルギーへと変えていくことができれば、嫉妬はむしろ成長するきっかけになるかもしれません。私自身、まだその葛藤の途中にいますが、その感情の存在に気づき、向き合えるようになったことで、少し楽になれた部分があります。皆さんは誰かの成功を素直に喜べなかった経験はありますか？その時、自分の感情とどう向き合いましたか？ぜひコメントで教えてください。こういったテーマについて日本語で自分の気持ちや考えを深く表現する練習をしてみたいという方はオンラインレッスンもしていますので、ぜひ来てみてください。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。